明けましておめでとうございます。どうも淳です。さて龍翔先生、はい、新年明けましたけどおめでとうございます。おめでとうございます。新年明けてよくやることっていうのが何はい、かあります？一般的にという一般的に、何をやります？よく新年で。学生の時はお年玉数えてました。お年玉ね。お年玉もうお年玉の数えるじゃないからね。数える年齢じゃないんで、あげる側になってしまった。そうなの。新しい年になったら、今年どうしようかなとか、はい改めて目標を設定するとかの立てることをよくあると思いますが、はい。やったことあります？目標を立てると。学生時代とか高校生とか。それこそ小学校の時とかに課題とか宿題で宿題とかね。1年何やるみたいな立てましょうみたいなのはありましたけど。でも道場とかで教えるときにやっぱりね、はい目標を持ちなさいとか、はいはいはい。それぞれの生徒の目標があってとかっていうことをよく聞きますけど、ちなみにこの目標の立て方とかっていうのは何か知ってます？立て方どうやって目標って皆さん何気にどうなりたいとかああなりたいとかっていう目標を立てたりとかするけど、その目標が達成できないとかっていうことになると、よく要は才能がないとか努力が足りないとかっていうふうに言われることがあるんだけど、そもそものその目標自体がちゃんと設定できてるかっていうところ、いい目標の立て方っていうのを知ってます？いい目標の立て方ですか？そうです。そもそもの目標がちゃんとしてなければ達成することができないので、今回は新年一発目ということで、その目標の立て方についてちょっと解説をしていきます。はい、お願いします。目標の立て方でよく言われるのがスマートっていう目標の立て方があるんだけど、聞いたことあります？スマート。スマートないですね。ちょっと勉強不足じゃない？いや、そう本当に目標立てなさすぎて。そもそも目標を立てないとね、どこに行っていいかがわからないから、これ人生でもそうだし、柔道やっててもそうなんだけど、目標を立てるときにこのスマートっていう要素が入っていると目標の立て方として大事なところなので、スマートっていうのは要は英語の頭文字 SMART かな、頭文字を取ってスマートって言ってるんですけども、その一つ一つについてちょっと解説していきます。スマートの S、スペシフィティック、具体性っていう意味で、目標を立てるときに漠然と練習を頑張るとかっていうふうな目標の立て方にしてしまうと、どうしていいかがわからないから、そもそも目標として成立してない。具体的にしてあげると目標っていうのを立てやすくっていうか、要は何をすればいいかわかるからね。それで具体的にするっていうのが S で、次がマージェラっていう、ちょっと僕も英語ちょっと読みにくいからあれなんだけど、測定可能性っていう、計測ができるというか、測定ができる、数えることができる、数字に落とし込むことができる。例えば10回やるとかでもそうだし、何分走るとかでもそうだし、具体的な数字にするとか、後で振り返った時にちゃんとできたかできてないかっていうのが計測できる、測定ができるっていうのがあると目標として立てやすいというか。で、次がアーチバブルっていう達成可能性というかな。それを目標として達成できるかどうか。僕がオリンピックで金メダル取りたいって言っても、無理だわね。ほぼほぼ無理だよね。柔道で今からオリンピック出て金メダル。だからそういうことじゃなくて、実際に達成ができるかどうかっていうこと、達成ができるっていうふうなことを目標に落とし込むっていうことっていうのが達成可能性というところね。で、次がリレイティブ、関連性っていう意味なんだけども、チームに所属してたりもそうだし、何か達成したいことと関連してるっていうのはもちろんそうなんだけどね。例えば柔道やってるのにサッカーを上手になりたいとかって言ってても、それはもう当然何の関連もしてないし、チームが全国大会優勝するっていう風な目標にしてるのに、僕はちょっと違う目標にっていう風にしちゃうと、そもそも何も関連性がなくなってしまうと、目標設定自体がおかしくなっちゃうっていうかな、っていうところで関連性があるというところと、最後の T がタイムバウンドっていう、要は期限をつける、いついつまでにするっていう具体的に日付をつけるとかっていうことをするっていうのが T のタイムバウンドっていう期限をつけるという。このスマート、具体性、測定可能性、達成が可能、関連している、期限を決めているというこのスマートっていう要素を目標に入れると、いい目標っていうか、これらを含めて目標を立てないといけないよっていうスマートって言われるやつ。だから
さっきの、具体性もそうだし関連性達成可能性もそうなんだけど、小学校中学校高校いろいろあると思うんだけど、例えばよく小学校でオリンピックを目指したいっていう、夢みたいなものがあると思うんだけど、それを目標にするんだったら当然小学校だとまだね時期があるので、長期目標中期目標短期目標みたいな感じで、大きい目標はそれに向かうために小学校の時にはどれぐらいまで練習しておかないといけないか、何を達成しないといけないかっていうのがまず決めれるわね。いつまでに具体的に何々をする。ってことはそれを達成するためにこの1年どういうふうに目標を立てないといけないのかっていうのが具体的になるし、それが分かれば月単位この1ヶ月でこんだけのことをやらないといけない。で1ヶ月の単位が分かればそれが1週間になって、その1週間の目標っていうのができればそれを1日1日に落とし込んでいくとかっていうことをすると、それをクリアしていく先にその自分の大きな目標を達成することができるっていうふうにつながる。この1年の最初で大体ねどんな目標を立てるか、自分もねそういう経験があるので、目標を立てなさいとか立てた時にこういう要素を全く知らずに、それこそさっきみたいに、試合で勝つとか優勝したいとかっていうのは、具体性があるのかもしれないんだけど、そこで終わってしまってたので、あんまり目標として達成できなかったのかなと。だからそういういつまでにその試合でどこかで勝ちたいっていうのがあれば、じゃあそれを1ヶ月前とか、半年前とかで、これぐらいのことをやってないといけないよね。中期目標ができたら、じゃあ短期目標とか、1ヶ月でこういうことをやらないといけないとか、じゃあそれを達成するために1日の練習ではこういうことをやっていかないといけないっていうことを考えれると、それを1個ずつこなしていくっていうことが大きな目標につながるということなので、このスマートっていう目標設定の仕方というのを参考にして、今年の目標っていうのをぜひ設定してみてください。はい、してみます。本当にやれる限り。もし見てくれている皆さんもこういう目標を立てたっていうことがあれば、ぜひコメント欄とかに書いていただけると、この誰かに言うっていうのも、プレッシャーになるっていうか、目標が達成されやすくなるということもありますので、ぜひ皆さんも住所先生もコメント欄に目標を立てたらぜひ書いてください。じゃあその目標を立てましたと。目標を立てたけどなかなか達成ができないということもあると思うんですけど、その目標の達成の仕方ということについてはメンバーシップっていうのを始めましたので、そちらの方でより詳しく説明していきたいかなと思います。ぜひメンバーシップ登録していただいて、そちらの方の動画も見ていただければと思います。じゃあ今回は新年一発目ということで、目標の立て方についてスマートっていう方法を解説しました。今回の動画が参考になったという方はチャンネル登録、高評価、コメントなどいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。それでは次の動画で会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。SMAR ね、そう。マージェラティブ。もう具体的にじゃない。目標っていうのをぜひ設定してみてください。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。